しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はアクション RPG の元祖ハイドライドスペシャルの続きをプレイしていくのじゃよ。前回の後半はほぼレベル上げをしていただけだったのじゃ。ある程度強くなると今度はスライムの代わりにハイパーというオクトパスの強化型みたいなのが現れるのじゃ。こいつがそこそこ強くて経験値が稼げるので、ここでさらに3レベルほどレベル上げをさせてもらうのじゃ。どうやら1画面中のスライムを倒すと代わりに出てくる仕様らしい。なのであえてスライムを倒さない画面を残しておくと回復に使えるのじゃよ。例によってネタバレありのゆるゆる攻略プレイなので、そのつもりでお付き合いいただければ重々じゃ。あと本作についてはレベル上げと回復は倍速でお送りするのであしからずじゃ。今のうちにさらっと前回までのストーリーを振り返っておくのじゃ。悪魔バラリスに支配されたフェアリーランドを救うため、3人の妖精にされた王女アンと3つの宝石を探す冒険に旅立った勇者ジム。十字架を手に入れてヴァンパイアを倒し、ラントを手に入れ、明るくなったダンジョンから剣と盾を手に入れたのじゃ。レベルも十分に上がり、ようやく本格的に物語を進めるのじゃよ。まずはずっと気にはなっていたオクトパスの迷宮の宝箱を目指すのじゃ。もうオクトパスがスライム並みに感じるくらい強くなったな。ここでポットを手に入れると迷宮内に新たに洞窟への入り口が出現する。効果としては今まで見えなかったものが見えるようになる魔法の飲み物みたいな感じじゃな。見えなかったものが見えるとか言うとなんか怪しい薬みたいじゃが、早速洞窟に向かってみるのじゃよ。おう、ゴールドアーマーはいるが宝箱がいっぱいじゃ。しかし残念ながら一つを除いて残りは幻なのじゃ。どれが当たりかは毎回ランダムなので関東運を頼りに当ててみるしかないのじゃよ。ゴールドアーマーはもう敵ではないな。外ればっかりじゃな。おう、キーを手に入れたのじゃ。このアイテムを手に入れた時の効果音がすごく手応えがあってなんとも気持ちよいのじゃよ。あの出口はあそこにつながっているんじゃな。まだ行ったことのないエリアなので一旦引き返すのじゃ。さて、キーを手に入れたわけじゃが、ここで思い出してほしいのが墓場にあった取れない宝箱じゃ。キーがあればもしかしたら開けられるのではと勘がいい人なら気づくのじゃ。気づかなくても新しいアイテムを手に入れたらいろいろ試してみるとたどり着けると思うのじゃよ。そういえばオリジナルとの違いの一つじゃが、実は魔法が使えるのじゃ。これはウェーブという魔法じゃな。やはりキーを手に入れたおかげでここの宝箱が取れたのじゃ。
このジュエルはフェアリーランドを支える3つの宝石のうちの1つなのじゃ。ちなみに基本的に戦闘はデフェンドモードで体当たりじゃ。アタックモードは与えるダメージは大きいが受けるダメージも大きいのじゃよ。続いてはレディーアーマーを3体連続で倒して盾を手に入れた洞窟じゃ。同じようにゴールドアーマーも連続で倒してみるのじゃ。やはり今度は宝箱が出現したのじゃ。レディーアーマーを倒したら消えてしまったのでやり直しじゃな。この同じ敵を連続で倒すとアイテムが出るというのは本作のヒントになったドルアーガの塔にも出てくる謎解きじゃな。この謎解きは当時の流行りのようなものなので今だとわかりにくいが当時は思いつく人も多かったと思うのじゃ。先ほどのように宝箱を取るまではレディアーマーを倒さないように気をつけるのじゃ。今度はリングをゲットじゃ。これも3つの宝石のうちの1つじゃな。そういえばあそこにも洞窟の出口があるのじゃ。だんだんとアイテムが揃ってきたのじゃ。宝石はどちらも敵が隠し持っていた感じじゃな。次はまだ一人も見つけられていない妖精を探しに行くのじゃよ。これもまたノーヒントなので怪しいところでいろいろやってみて見つけるしかないのじゃ。そんなわけでここは敵が出現しない怪しい謎のエリア。いきなり一発目で見つけてしまって身も蓋もないな。ご覧の通り攻撃すると蜂が出てくる木のうちどこかランダムで妖精が隠れているのじゃ。何回か失敗してから見つける流れを想定していたのじゃがまさかの一発目で運が良いのか悪いのかおかげでグダグダになってしまったのじゃ。次は今まで行っていなかった砂漠エリアに向かうのじゃ。実はここのワームもリスクと同じくらいの経験値稼ぎになるのじゃよ。ちなみにこのエリアはここの洞窟ともつながっているのじゃ。そういえば先ほどちょっと使った魔法についての説明じゃ。実はオリジナルには魔法はなくハイドライド2から加わった要素である魔法をファミコンへの移植にあたり加えている。魔法は画面の下部に表示されていて左から右に行くほど強力な魔法となりより多くの MP を消費するのじゃ。なのでレベルが上がって MP が増えるほどより強力な魔法が使えるわけじゃな。先ほどのウェーブは敵を貫通するのでタイミングによっては一度に複数の敵を倒すことができるのじゃ。と言ってもあまり戦闘では魔法を使う必要はないのじゃよ。どちらかというと一部の謎解きがオリジナルとは違うファミコン版独自の魔法を使った謎解きに変更されているのでそこがスペシャルたるゆえんじゃな。この後をお楽しみなのじゃ。
怪しいところはないかと歩き回ったところ、木が勝手に動くエリアを発見。確実に怪しいので、試しに木に攻撃をしてみるのじゃ。やはり2人目の妖精が隠れていたのじゃ。アイテム欄に妖精が2人並んだのじゃよ。さて、最後の3人目なのじゃが、これが難しい。実は、ここが先ほど言ったオリジナルと違うファミコン版独自の謎解きとなっているのじゃ。まずは回復してセーブもしたところで、まだ行っていなかったこのお城の洞窟に入ってみるのじゃ。なんと、いきなり水路にワープしてしまう。今まで来たことがなかったルートなので、戸惑いつつも行けるところがない街道をするのじゃ。初めて見る魔法使いのような敵がいたのじゃ。お、ここから陸に上がれそうじゃな。このイールはそこそこ強いが、もう経験値がもらえるほどではないのじゃ。ちなみに、オリジナル版では砂漠や水路では徐々に体力が減ってしまうのじゃが、ファミコン版はペナルティなしなのじゃ。さて、3人目の妖精じゃが、結論から言うと、さっきの魔法使いに捕まっているので、ウェーブの魔法を使って2体同時に倒すことが助ける条件じゃ。ランダムで動き回っているので、なかなか難しいのじゃよ。うまくいったのじゃ。揃った3人の妖精の力でバラリスの城へと連れてきてもらったのじゃよ。ただ、ご覧の通り、城はあるが入り口がなく、このままでは中に入ることができない。しかも、ドラゴンが巡回していて、このドラゴンは現時点では攻撃してもダメージが与えられないのじゃ。水路に降りることもできず、何かのアクションで道を切り開くしかない。この場面もプレイヤーの発想力が試されるのじゃが、結論としては城の前の木をファイアの魔法で焼くが正解じゃ。実はこの謎解きも魔法が使えるファミコン版独自の謎解きなのじゃ。オリジナルはドラゴンを倒すだけで城に入れたのじゃよ。こういうのはオリジナル版をクリアしたプレイヤーほど戸惑ったかもしれないな。回復もしたので、いよいよバラリス城に突入じゃ。城の中で徘徊するのはブラックアーマー。経験値こそ得られないものの、かなりの強さじゃ。実はここの出入り口を塞ぐと、ブラックアーマーは絶対に寄ってこないのじゃ。洞窟内なので地上よりは回復スピードが遅いが、貴重な回復ポイントなので、最後のバラリス戦でもお世話になることになる。さて、体力も回復したので、先に進むのじゃ。実はこの時点ではまだバラリスとは戦えない。3つの宝石のうち、最後の1つを手に入れていないからじゃ。その謎解きの鍵となるのが、いかにも怪しい墓標じゃ。攻撃すると、墓標を破壊したと表示される。とりあえず、この城の中には変化はなさそうじゃ。回復したところで、
一旦城の外へ向かうのじゃ。なんと水路の水がすべて干上がっているのじゃ。あの墓標は水路の線みたいなものだったのかもしれんな。水路の水はこのドラゴンの力の源でもあったようで、実はこの段階からドラゴンにダメージが与えられるようになっている。ただ、デフェンドモードで攻撃してもわずかにしかダメージは与えられず、こちらが食らうダメージの方が重い。しかし、違うのは、ジムは体力が回復するが、ドラゴンは回復しないのじゃ。そうなれば、あとは回復しつつコツコツとダメージを与え続けていけば倒せるはず。地味じゃが、実はラスボスであるバラリス戦も同様の攻略方法となるので、ある意味これはヒントでもあり練習でもあるのじゃ。魔法で攻撃してみたのじゃが、全く減らなかったのじゃよ。あと少しじゃな。やっと倒したのじゃよ。ドラゴンを倒すと手に入るこの薬は、一度だけ体力がゼロになっても復活することができるのじゃ。クリアに必須のアイテムではなく、実はドラゴンを倒さなくてもクリアはできるのじゃが、これがあるとバラリス戦も安心じゃ。そして、干上がった水路には最後のアイテムがある。3つの宝石の最後の1つ、ルビーが手に入ったのじゃよ。これで全てのアイテムと妖精が揃い、バラリスと対決する準備が整ったのじゃ。いよいよクライマックスのラスボス戦じゃ。まあ、ずっと同じ BGM なので、いまいち盛り上がりがわかりにくいと思うのじゃが、わしのテンションはドキドキじゃよ。実はこの BGM は、ハイドライド2のタイトル BGM なのじゃ。ちょっとインディ・ジョーンズのテーマっぽいとよく言われるのじゃ。これも、ある意味スペシャルな要素とも言えるな。今更じゃが、魔法の種類と効果を簡単に説明じゃ。ターンは画面内の敵の向きをランダムに変更する魔法で、ファイアとアイスは単発の攻撃魔法じゃ。最後のフラッシュは、画面内の敵全部にダメージを与える魔法となっている。そして、このフラッシュがバラリス戦の鍵となるのじゃ。回復も終わり、セーブもしたところでいよいよ出撃じゃ。おう、音楽も変わり、広間にはバラリスらしいのがいたのじゃ。まず最初にフラッシュを使っておく。バラリスには効かないが、その他の敵を一時的に一掃するのが目的じゃ。またすぐ敵は出てくるのじゃが、その前にバラリスに攻撃するのじゃ。こんな感じで、まさにヒット&アウェイで戦うのじゃ。基本的には焦らず、欲張りすぎないことじゃな。危なかったのじゃよ。先ほどのドラゴンと同様に、バラリスは回復しないので、たとえ一発ずつでもダメージを与えていけば、必ず倒せるのじゃ。ちなみに、やられてしまってロードからやり直すとバラリスの体力も元に戻ってしまうので、
最初からやり直しじゃ。なので地道な攻撃あるのみじゃ。次でなんとか倒せそうじゃな。あと少しじゃ。ついに倒したのじゃ。ここの無音の演出が生かすのじゃ。3人の妖精に分かれていたお嬢アンも元の姿に戻ってこれでハッピーエンドじゃな。スタッフロールはないので本作を手掛けたスタッフとかは不明なのじゃ。少なくともオリジナルを手掛けた内藤時弘は関わっていないらしいが、オリジナルの良さを残しつつファミコン独自の要素も違和感なく加えた良い移植だと思うのじゃ。すでにタキシでクリアしたといい人も楽しめる内容になっている。確かに分かりやすいヒントはないが、行動範囲の中でいろいろなことをすればアイテムを入手することができ、そこから次の道筋が開けるようになっている。しかも入手する順番や進め方もプレイヤーごとに異なり、自由度も高いという優れたゲームデザインなのじゃよ。まさに後のゼルダの伝説などに受け継がれるアクション RPG の本質にして基本形と言えるのじゃ。本作を生み出した内藤時弘に改めて敬意を表するのじゃ。それでは今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。